It's Lily. Happy Sunday. How are you? 自分って誰なんだろうって思うことってありますか？子供の頃からずっと私は自分自身のアイデンティティについて悩んできました。見た目はアメリカ人だけど育ちは日本。日本人なの？アメリカ人なの？どっち？考えや価値観がどっちにも偏らない。なんか中途半端な日本人だし、なんか中途半端なアメリカ人です。こんな私が生きていく中、時々はっきりとした日本人っぽさやアメリカ人っぽさが見えてくる瞬間があります。今回の動画では、私は日本人だって思う瞬間をいくつかご紹介したいと思います。日本とアメリカの文化について考えていきながら話していきたいと思います。最初にハート、気持ちの部分から話していきましょう。いろいろありますが、この動画を作ろうと思った時に最初に思い浮かんできたのは気を使うっていう言葉でした。もちろん全ての日本人が気を使って全てのアメリカ人は気を使わないってわけではないですが、日本では自分の意見よりも相手の意見を尊重するのが好まれますし、自分自身を優先せず周りの人に目を向ける文化ですよね。私っていうよりもみんなが大切な文化な気がします。もちろん常に気を使ってるってわけではないですが、買い物行く時、近所の方々と会話している時、生徒さんとレッスンしている時などなど、このように人と会う時は必ず気を使います。人の目を気にしますし、どう思われているのかも気にします。アメリカに住んでいる家族に会いに行く時、さらに自分の日本人っぽさが見えてきます。もちろんアメリカにはとっても親切な人もいますし、いい人たくさんいます。でもやっぱりアメリカの文化にはみんなではなく自分がベースにあります。なのでアメリカでの人との関わり方は日本とは全然違います。そもそも気を使うと同じニュアンスの言葉も英語では存在しません。周りの目を気にせず自分がしたいように自分らしく生きるのがアメリカの文化ですね。文化って全然違って面白いですね。これも日本で育ったからだと思いますが、空気を読もうとするのも日本人らしい特徴だと思います。もちろんちゃんと読めない時もありますが、空気を読もうとする意識や考えがあるだけで、やっぱり私はアメリカ人じゃないなって思います。Yes か No をはっきり言わなかったり、相手の行動に合わせようとしたり、この顔だから無理だけど目立たないようにしたり、やっぱりこういうのは日本人らしい行動だと思います。常に気を使ったりすると疲れちゃうので、農業を好きになったきっかけの一つは気を使って疲れちゃう自分がいるからだと思います。農業をしてるとのんびり何も気にしないでいられるので、私は農業好きになったと思います。さっきも言ったように日本人のみんなはこうってわけではないですが、日本人とアメリカ人を比較したら日本人の方が真面目な時が多いです。私もそうです。とにかく真面目です。真面目すぎるってよく言われます。なんでこんなに真面目なんだろうって思う時、一番の理由は日本で育ったからだと思います。仕事の時だけではなく遊ぶ時もちゃんと周りのみんなのこと考えて行動します。もしかしたら真面目だからこんなに気を使ってしまうのかもしれません。自分自身が良ければいい、自分が楽しければいいってなかなか思えないのも日本人っぽさだと思います。次は我慢強いところは日本人っぽいなって思います。たとえ電車が遅れてイライラしていたとしても、そのイライラを顔に出しません。周りにいる人などにぶつけません。アメリカ行く時はいつもカルチャーショック受けます。もちろんアメリカには優しい人たくさんいますが、店員でも客でも関係なく、なんか嫌なことがあったら顔に出しますし、すぐ言いますよね。全く我慢しない人が多いです。やっぱり私はアメリカ人のように思っていることを
どこにでも誰に対してでも言えるような感じではないです。いいことなのか悪いことなのかわからないんですが、家族とか以外の人には思っていることは絶対言えませんし、我慢しちゃいます。これも日本で育ったからだと思いますが、必ず時間を守ります。誰かと約束したら相手を待たせないように必ず10分前に着くようにしてます。やっぱり日本人だなって思います。ちょっとのことですいません、ごめんなさいって謝るのも日本人らしいと思います。アメリカ人はもちろん I'm sorry とか excuse me って言いますが、日本人ほどではありません。高校の時1年間アメリカの高校に通いました。口癖で何かがあった時にすぐに I'm sorry って言ってました。毎日のように Stop apologizing って友達に言われていました。その時初めてアメリカ人はそんなに I'm sorry って言わないんだって気づきました。カルチャーショックも受けましたし、あ、私アメリカ人じゃないなって思う瞬間でした。アメリカに行く時もいつも間違えてお辞儀もしてしまいます。お辞儀をしてる最中に、あ、ここアメリカやって気づいたりもします。アメリカのスイーツや飲み物がちょっと甘すぎるって感じる時は、あ、やっぱり私は日本人だなって思う瞬間です。派手なケーキももちろんそうですが、食パンも食べる時、これなんかちょっと甘くないって感じます。もともと味付け薄めの家庭で育ったのもありますが、1日とっている砂糖の量は一般アメリカ人と全然違いますよね。アメリカのスイーツよりも日本のスイーツの方が美味しく感じられるのもそうかもしれません。もう一つ食べ物関係でいつも思うのは、最低1日1食は白ご飯が食べたいです。お米がないと嫌です。アメリカに1ヶ月間家族に会いに行く時とかもお米を食べる量が減ってしまうので、本当にお米が恋しくなります。そういう時やっぱり私は日本人だなって感じます。そんな感じです。皆さんはいかがでしょうか？旅行中だったり海外に住んでいる時、どういう時にやっぱり私は日本人だと感じますか？ぜひぜひコメントの方で聞かせてください。もしこの動画を見ている人で自分のアイデンティティに悩んでいる人がいたとしたら、一人じゃないよって知ってほしいです。私も未だに自分は誰なのか分かりませんし、結構悩みます。人生っていろいろ悩んだり大変ですよね。私も頑張って自分を探し続けるので、皆さんも諦めないでください。ここに味方がいるので、私がいる限り一人じゃないよ。こんな私だけど一人じゃないよ。それだけ覚えておいてくださいね。また今度この動画のアメリカンバージョンも作りたいと思います。楽しみにしててください。では皆さん良い一日を過ごしてください。Have a great day! 次の動画でお会いしましょう。See you next time! Goodbye!